こんにちは、粟田洋介です。今日はコラージュを作ります。素材を切って貼っていくコラージュって手法なんですが、もしかすると絵を描くことに苦手意識を持っている方もコラージュだったら抵抗なく楽しめるのかもしれません。また、そういう苦手意識とかなくてもコラージュっていうのは表現する素晴らしい手法の一つです。また、私自身もかつてそうだったんですけど、コラージュが苦手だっていう方も、基本的には素材を貼っていくっていう手法なんですが、絵の具等で着色していったりとか、あとは自分でなんか書き加えていってもいいし、そうしないでただ貼って、その貼ったものだけで表現をするとか、その他、その貼り方とか、どんな素材を貼るとか、そういったことで表現方法の幅が広がっていくので、こういうコラージュの作り方は苦手だけど、別の手法だったらなんか楽しいし、実は得意だったりとかね、する場合もあると思います。また、いつも絵を描いてるとか、何か別の手法で表現をされている方も、コラージュを作ることにちょっと気分転換になるかもしれません。そして雑誌などの切り抜きを使ったコラージュの場合、そういった切り抜きっていうのは別の方の作品を使うということになります。なので、著作権などについて注意しなければなりません。ちょっとその辺も後でお話ししたいと思います。この雑誌の中から写真とかを切り抜いて、このイラストレーションボードに貼っていきます。そのためにハサミと糊を使います。この糊はスティック糊とかの方がその切り抜きの紙とかが歪まなくていいんですけど、とりあえずこれしかなかったのでこれを使います。そしてコラージュを作るときにその切り抜いた写真を貼って、そしてアクリル絵の具を使って着色もしていこうと思います。今回は JAF から送られてきた冊子ですね。そこから素材を選ぼうと思います。なんか犬とかシマリスとか可愛いですね。ここから素材を探していきます。なんかクーポンなんかもついてるんですけど、こっちの方は使用期限が切れています。こっちの秋の方は今月いっぱい使えるみたいですね。まず素材をいろいろ切っていこうと思います。これを切るか。どういう風に切ってもいいんですけど、私はちょっと大雑把に切って後で細かく切っていこうと思います。焼肉もいいな。これも綺麗。肉切っちゃった。失敗した。まあいいや。おー、綺麗綺麗。こういう雑誌などの切り抜きをコラージュで使う場合は、さっきもお話ししたんですが、著作権に気をつけなければなりません。私は著作権について詳しくないし、コラージュとかもそんなに作ることがないので、詳しいことはわからないんですけど、こういう写真とかを全部引用してしまったら、これは人の作品をそのまま使ったことになりますよね。ですが、こういった作品の切り抜きを元がわからないように使えば、著作権の侵害にならないんだそうです。私がちょっと検索したサイトのリンクを概要欄に貼っておきますので、興味がある方はチェックしてみてください。あとこのページに可愛いイラストが載っていますが、こういうのを切ってそのまま貼ったりするのは著作権の侵害になるんじゃないかと思います。これだったら顔だけとかでもまずいんじゃないかと思います。法律についてわからないことのが多いんですけど、人様の作品の切り抜きを自分の作品の材料として使わせていただくにあたって、その作品の作者の方々を尊重するっていう気持ちがあれば大丈夫なんじゃないかと思うんですが、なかなか難しいですね。そういうことにも気をつけながら、さっき大雑把に切った切り抜きを細かく切ってイラストレーションボードに貼っていこうと思います。さて、ちょっと切ったものを貼っていくんですが、どうしようかな。何をどういう風に貼っていこうかな。これいいな。さっきサングラスがあったんだよな。どこ？これだ。これいいなと思ったの。チャーシュー麺。
これがすごいいいなと思って。どうしようかな、どうやって使うかですよね。虫が可愛い。これも綺麗だ。これいいね。これも使いたいんですよね。イラストレーションボードいっぱいに貼れるだけの素材を切ったので、今度は色を塗っていこうと思います。昔私はコラージュってあんまり得意じゃなかったんですけど、色を塗ったり自分で書き足したりするこのコラージュの方法で、私にも結構コラージュが作れるんだなって思うようになりました。色を塗る代わりに雑誌の至るところにいろんな色があって、それを切ってそれらを貼って絵の具とか使わないでもいいんですけど、私は色を塗ったり書き足していくことによってもっと自分の個性が表現できるので、その方法を気に入って使っています。ちょっとこんな感じに色を塗ったんですが、さっき切り抜いた素材をここに載せている時点で気がついた方もいらっしゃると思うんですが、コラージュで人物を作っていこうと思います。ここに素材を貼ったり書き足したりで、また貼って書き足して貼って書き足してって感じでコラージュを作っていこうと思います。この下準備の絵も結構こんな感じで大雑把に描いて素材を貼るってことで絵を仕上げていくことができるので、さっきお話ししたように絵を描くのがあんまり得意じゃないって方も楽しめるのではないかと思います。またこの素材を貼っていく時点でも面白いものにしていったり、バランスとかを考えたりとか、絵を仕上げていくっていう要素は普通に絵を描くのと変わらないので、絵を描く方も楽しいのではないかと思います。さっき貼っていったようにと思ったんですけど、バラバラになっちゃったね。これメガネにしようと思ったんですよね。これカニ丼の切り抜きですね。このぐらい離れても面白いかな。これはここに貼ります。この辺かな。絵の具が乾いてなかったらこのまま貼り付いちゃうんですけど、この辺乾いちゃったので、のり付けが必要ですね。こんな感じかな。絵の具がちょっとついちゃってるんですけど、後で書き足したりなんか貼ったりするので別にいいんです。メガネを描き足そう。黒だな。刺身ですね。これをベロにしたんだけど、これはうまくいかなかったな。こんな感じにしよう。こんな感じかな。唇を描こう。ここにちょっとなんか貼っていこうと思います。ここになんか貼りたいな。これかな。これを貼ろう。これいいな。これをここに貼ろう。この前焼肉使いたいと思ったんだけど、猫が俺の上に乗っかってたので見えなかった。さっきここに猫が座ってて、この電車を忘れてたんだけど、この色にこの電車すごい合ってますね。この電車を使おう。これとかがいいかな。ここにしよう。ちょっとこんな感じで形づいてきましたが、なんかこういう色とか入れて、この焼肉とか、あとこの電車もなんかちょっと不自然だから、ちょっとバックの色を足していきます。
かなり進んできました。もう少し貼って、そしてちょっと書き加えて終わりにしようと思うんですが、こういう部分とかにさらにちょっと貼ったりしてるんですが、この部分が大きいので、元の素材が大きく出ちゃってるのが嫌だったので、ちょっとこういう風に違うのを貼ってってるんですけど、これが食べ物を貼ったっていうのが分かった方が面白いと思うので、これが食べ物の写真だっていうのを分かるようにしながら、ちょっと原型を崩していきたいななんて思っています。もうちょっとこの辺とか賑やかにして、そして仕上げていこうと思います。結構時間がかかってしまいましたが、こんな感じに完成しました。タイトルはグルメな時間の旅です。特に意味はないんですけど、かなり食べ物の写真を使って、それで時計の写真なんかも結構貼って、ここのところとか、ここのところとか、電車だったり、道路だったり、そんな感じなので、そんなタイトルをつけてみました。久しぶりにコラージュを作ってみたんですが、楽しく作ることができました。たまにはこういうのも気分転換になっていいですね。2012年頃、12、3年前のことなんですけど、なんか絵を描くのがめんどくさくなっちゃった時があって、それでコラージュを作ってみたことがあります。それでコラージュだったら素材を貼っていくので、絵を描くっていう必要はないので、その絵を描くめんどくささっていうのから解放されて、それでいろいろ雑誌とかを切って写真とかを貼って作品を仕上げていったんですけど、その時生まれて初めてコラージュがこんなに楽しいと思って、その時使った手法が今日と同じようにアクリル絵の具で塗ったりちょっと描いたり、そんな感じの手法でした。そしてすごく楽しくてハマったんですけど、今度はその素材を探すのがめんどくさくなっちゃって、それなら描いた方が早いやと思って、それでまたいつものように絵を描いたら、素材探すよりこっちのがいいやと思って、絵を描くのがめんどくさくなくなったっていうことがありました。でもコラージュもある意味絵なんですよね。だから違う手法で絵を描いたっていうだけで、私はアクリル絵の具を使ったり、水彩絵の具を使ったり、油絵の具を使ったり、ペンで描いたり、色鉛筆で描いたり、画材をたまに変えて描くんですが、そうすることによって気分転換にもなるし、違う画材を使うことによってそれぞれの画材の特色っていうのがあるので、その画材で使いやすい手法で描いたりするので、例えばペンで描くと絵の具では描きづらい絵の描き方っていうのがペンを使うことでできるので、ペンならではの新しい描き方っていうのを思いついたりして、
そうすることによって絵の具で絵を描いてた時には思いつかなかった方法とかが思いついたりするので、また再び絵の具で描く時にペンで描いてた方法をちょっと取り入れてみるとか、またその逆で絵の具だからこそ描きやすい方法っていうのがあって、いろんな画材とかいろんな手法で描くことによって今まで思いつきづらかったアイデアっていうのが思いついたりして、それで表現の幅が広がったりすることがあります。そして前に別の動画でもお見せしたことがあったんですけど、これが2012年に作ったコラージュですね。これはフォトウォークっていう作品です。カメラを持った絵が描いてありますね。そして、これはお姫様っていう作品です。お姫様っぽい絵かな。それから、これは人魚です。人魚になっています。それから、これが不思議の国ですね。不思議の国のアリスをちょっと思わせるような感じだったので、そんなタイトルにしました。これはキャットウォークです。猫なんですけど、このタイトルもなんとなくつけたもので、まあこれは猫の絵ですね。これは雨降りです。傘を差したりして雨が降ってるみたいな感じに描いてみました。これは人々ですね。人々の絵です。これは黒猫と太陽ですね。黒猫と太陽が描いてあります。あとなんだ。あとこれは黒い生き物というタイトルです。まあ黒い何かを描いたんですが、何ってわけじゃないので、黒い生き物というタイトルにしました。これは猫様と私っていうタイトルで、私自身の自画像とかじゃなくて、題名が面白いなと思って、そういうタイトルにしただけです。これが最後の作品で、ナンバー4っていうタイトルです。まあ、手で4ってやってますね。4本の指。そしてこれの次にもう一つ書こうと思ってやめてるんですけど、もうこれで素材を探すのがめんどくさくなっちゃって、多分ですけど結構何冊かの雑誌とかチラシとかそういうのを切ってて、素材が結構少なくなっちゃったっていうのもあるんですけど、素材を探すのもめんどくさくなっちゃって、切るのもめんどくさくなって、糊で貼るのもめんどくさくなっちゃって、さっきも言ったんですけど、そんなの探してるんだったら書いちゃった方が早いやと思って、あれから12年、13年経ちましたが、今日はそれ以来のコラージュでした。まあどうでもいいんですけどね。というわけで今回はコラージュを作ってみました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。ははは。